こんにちは。今回は簡単にできる巻き腹を紹介します。こちらは両方とも同じ編み方ですが、こちらの方が糸が少し太めです。そしてこちらの方はピンクの糸で編んでみました。大きな花びらと中ぐらいの花びら、そして小さい花びらでできています。それをくるくると巻いて巻き腹にします。編み方を編み図で説明します。脇腹の全体の編み図はこのような編み図になっています。作り目を12目で編み始めます。こちらの大きな鎖編みも1目と数えて、鎖編みの作り目を12目作り、最初はこの台の部分を編みます。鎖編みを12目作ったところから、鎖編み3目を編んで、次は長編みを3回鎖編み1目に1目ずつ編みます。次は鎖編み1目を入れながら、鎖編みに長編みを編んで、1目に1目の長編みを鎖編み1目を入れながら4回編みます。そして次の花びらは間に鎖編み2目を入れながら、鎖編みの1目に1目ずつ長編みを5回編んで、次の花びらを編みます。花びらはまたその時に説明します。12目の鎖編みを編みました。次は台の部分を作ります。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、その根元に長編みを編みます。ここから1、2、3、4個目の鎖編みに長編みを編み、次の鎖編みにも長編みを編みます。もう一回長編みを編んで、鎖編み1目に1目の長編みを3回編みました。次は鎖編み1目を入れて、次の鎖編みに長編みを編みます。この鎖編み1目を入れて、長編みを編むのを4回編みます。今が1です。次は鎖編み1目を入れて、2、3、4、4個の鎖編み1目を入れた長編みを編みました。次は鎖編み2目を入れて、すぐ隣の鎖編みに長編みを編みます。この鎖編み2目を入れて長編みを編むのは、今度は5回編みます。今が1回です。鎖編み2目を入れて、隣の鎖編みに長編みを編んで、これで2回。3回。4回。5回。鎖編み2目を入れた長編みを5回。鎖編み1目を入れた長編みを4回。そして鎖編みを入れない長編みを3回編みました。これがバラの台になります。次は花びらを編みます。編み図で説明します。今最後の長編みを編みました。次は鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。長編みを6回編んで、次の長編みのところに引き抜き編みをします。これが大きな花びらの一つの形です。これを5回編みます。最後の長編み6目を編んで、隣の長編みのところに引き抜き編みをしたら、
ここから中ぐらいの花びらを編みます。鎖編み3目を編んで、今度は鎖編み1目のところに長編みを4回編みます。これを4回編んで、中ぐらいの花びらを4枚作ります。長編み4目を編み終えたら、次の長編みのところに引き抜き編みをし、小さい花びらを3枚編みます。鎖編み3目を編んで、長編みを2回編み、隣の長編みに引き抜き編みをして、また同じように小さい花びらを編みます。鎖編み3目で長編みを2回編みます。そして最後は最初のところの立ち上がりの鎖編み3目の頭に引き抜いて花びらが編み終えます。台の部分を編み終えて、次は大きな花びらを編みます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。鎖編み2目のところに長編みを1、2、3、4、5、6、長編み6目を編みました。次は隣の長編みの頭に引き抜き編みをします。長編みの頭に針を入れ、糸をかけて、すべての糸を一度に引き抜いて、引き抜き編みをしました。これが大きな花びらの1枚分です。この編み方をあと4回繰り返します。鎖編み3目を編んで、鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。長編み6目を編んだら、次の長編みの頭に引き抜き編みをします。これで2枚の花びらができました。あと3回同じ編み方をします。鎖編み3目を編んで、鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。次は長編みの頭に引き抜き編みです。あと2回同じように編みます。鎖編み3目を編んで、鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。隣の長編みに引き抜いて4枚の花びらができました。もう1枚同じように作ります。鎖編みを編んで、鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。最後は長編みの頭に引き抜き編みをして、大きな花びらが5枚できました。次は中ぐらいの花びらです。中ぐらいの花びらは鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み1目のところに長編みを4回編みます。1、2、3、4。長編みを4目編み、隣の長編みの頭に引き抜き編みです。これを繰り返します。中ぐらいの花びらは4枚作りますので、あと3回同じように編みます。長編みを4回編みます。
隣の長編みに引き抜き編みをして、あと2回です。鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編みを4回編みます。隣の長編みの頭に引き抜き編みをして、もう1枚中ぐらいの花びらを編みます。鎖編み1目のところに長編みを4目編んで、長編みのところに引き抜きます。これで中ぐらいの花びらが4枚できました。次は小さい花びらです。鎖編み3目を編んで、今度は長編みの頭の同じところに長編みを2回編んで、隣の長編みに引き抜き編みをして、鎖編み3目を編んで、同じところに長編みを2回編み、隣の長編みの頭に引き抜いて、鎖編み3目を編んで、同じところに長編みを2回編みます。これで小さい花びらが3個できました。最後は最初に立ち上がった鎖編み3目の3個目のところに引き抜いて、これで花びらができました。花びらの形をきれいに整えてあげてください。大きな花びらが5枚と中ぐらいの花びらが4枚、そして小さい花びらが3枚できました。次はこの花を丸めてバラにしていきます。最後の糸をとじ針でバラにしていきますので、少し長めに糸を取って、ここで糸を切ります。最後の糸をとじ針に通して花びらを巻いていきます。小さい花びら3枚をきつく巻いて、次は中ぐらいの花びら4枚を巻きます。このぐらいの大きさで外側に4枚の花びらが巻かれました。次は大きな花びらです。大きな花びら5枚を外側に巻いて、花の形を見ます。中心は少し小さめに巻くと可愛いかもしれません。このように花を巻いて形が整いましたら、裏側から縫っていきます。裏はこんな感じです。ここが大きな花びらの編んだところですから、先にこの大きな花びらの1箇所と、あとは深めに針を入れて向こう側に通します。軽く通してください。次も中心のこの花びらを中に入れるために、しっかり中心の花びらのところまで深く通して花びらを縫っていきます。形を見ながら縫ってください。ざっとで大丈夫ですから、花びらを留めて、
このような脇腹になります。ここで糸を通し、もう一度糸を通して、この間に糸を通して結びます。これで脇腹が縫えました。あとは形を整えてください。このように小さくしてもいいですし、花びらを外側に向けても良いかと思います。かわいい脇腹を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。